こんにちは、聖堂です。今回は草書のすすめ。書道をやる方はもちろん、やらない方にも十分楽しんでもらおうという企画です。もはや草書は過去の遺物とお考えの皆さん、この動画でイメージがガラリと変わります。今すぐ書きたくなるかもしれません。ご期待ください。最初に軽く草書とは何かの確認から。主な書体を時系列で見れば、篆書が一番古く、それから隷書、草書、行書と完成し、一番最後が楷書です。正確にはこんな直線ではなく、一部オーバーラップしながら発達しましたが、順序はおおむねこの通り。楷書を崩して行書になり、行書を崩して草書になったのではありません。草書は当時正式な書体であった隷書を早く楽に書くために生まれました。そこでやったことが徹底しています。一部省略するのは当たり前。大胆に変形し、必要なら筆順まで変えてしまう。ありとあらゆることをやった集大成が草書です。行書も早く楽にがモットーですが、徹底度が違います。その意味では、隷書以降、流れが2つあります。隷書の正式な書体としての後継者が楷書です。正式ですから、点画ははっきり明確。形が整っています。一方、草書と行書は略式。書きやすさを目指しています。コンセプトが違います。楷書で学んだ私たちが、草書がわからないのは当然です。かつては日本でも学校で草書を教えていた時代があったそうで、この右側はなんと明治の小学校の教科書です。当時は普通に草書の読み書きができたのでしょう。時代が違うといえばそれまでですが、子供が草書を学ぶ姿は今では想像もつきません。では、現代の私たちにとって草書はどんな意味があるのでしょうか。関わることで何か良いことがあるんでしょうか。答えは大いにあります。書を学ぶ上だけではなく、普段の生活においても十分あります。まず書を学ぶ上で、草書は形は柔らかでも性格はとんがっています。筆の流れ、リズム、抑揚、どれも半端ありません。滑らかだけどダイナミック。いろんな顔があり、学ぶほどに奥深さを感じます。そこで得たものは他の書体でも有効です。草書のエッセンスを内に秘めながら別の書体を書いてみる。一味も二味も違ったものになるでしょう。これは草書に限りません。5つの書体それぞれに固有のキャラクターがあり、ある書体をマスターすれば他の書体にも生きてくる。それがさらに別の書体でも生きる。まさに相乗効果。これは多くの人の実感です。では本題。日常生活においてはどうでしょうか。キーワードはサイン、ストレスフリー、頭の体操、未来文字。何のことか順にご紹介します。まずは手近なところから。クレジットカードやパスポートで皆さん自分のサインをお持ちです。横文字は別として漢字ベースの場合は、なんとなく行書風に適当に崩して書いているのではないでしょうか。それだとなかなか気に入ったものにはならないかもしれません。そこで草書の登場。どうせ崩すなら崩しの本家本元草書をチェックしてみましょう。ネットですぐに検索できます。きっとあっと驚く形がそこにあります。しかもシンプルで美しい。これを使わない手はありません。といってその通りに書く必要はなく、自分のサインですから自分好みにアレンジして問題ありません。それでも根拠のない崩し方よりずっと魅力的なサインが出来上がります。これは本当におすすめです。
次、キャラは尖っていても草書の書き味は抜群、ストレスフリーです。比べてみれば一目瞭然。点画がきちんとした楷書、流れをつけた行書、そして草書はというとこんな形、異次元です。はじめは慣れなくても一旦この形を覚えてしまえばもうこんな楽な書き方はありません。当然です。楽をするための書体だからです。草書の問題は書いても人が読めない点ですが、自分用なら OK です。楷書で難しい字を行書に、それをさらに草書に置き換えれば、メモやノートを取るのがどんどん楽になります。特にそうした目的がなくても、草書は書くだけで十分に楽しめる不思議な書体です。リラックスして好きな音楽でもかけて無心で書いてみましょう。色鉛筆や絵筆でカラーにするのも面白いかもしれません。そこはもう自由な癒しの世界、ヒーリング効果抜群です。次に草書が読めるか読めないかクイズ感覚で接してみてはどうでしょうか。街中で時々草書を目にします。なんて書いてあるのか少しだけ頭をひねってみましょう。読めれば案外面白く、読めなくても後で調べてわかれば世界が広がった感じがします。ちょっぴり自慢もできます。同じ読めないのでも外国語とは明らかに違います。全く見当がつかないわけではなく、なんとなく想像がつくようなつかないような、その微妙な感じが何とも言えません。いくつか崩しのパターンを覚えると解明の手がかりが広がってますます面白くなります。今となっては草書は長い年月をかけて完成した暗号のようなものです。歴史の壮大な謎解きだと思うとスケールも広がります。最後は今というより将来の楽しみ。私はかつて草書こそ未来の書体としてふさわしいのではないかと考えたことがあります。字を学ぶことへの関心が薄れ、それだけ字が苦手な人が増えている中、書きやすくて、しかもパッと見では楷書ほど上手い下手が目立たない。そんな夢みたいな書体が草書ではないかと。ところがその後、想像以上のスピードで字は書くものから端末で表示する世界へと変わりつつあります。そうなると、今挙げた草書のメリットはさして重要ではなくなります。草書が未来の文字にふさわしいとの仮説は現時点では封印です。しかし今後も目がないと決まったわけではありません。世の中何が起こるかわかりません。例えば中国で簡体字の導入という大変革が進んだのは1950年代以降です。字の長い歴史から見ればつい最近の出来事と言って良いでしょう。簡体字の中のこうした字はなんと草書の形がベースです。ある意味草書の復活です。ただ誤解なきよう、私は簡体字を日本も導入しようと言っているのではありません。簡体字は簡体字でいろんな問題を含んでいます。申し上げたいのは一点だけ。字は生き物。ニーズに応じてどんどん変わるということです。世の中の変化が予測できないように、字がこれからどのように変わっていくか見当もつきません。ひょっとしたら草書が未来の文字の一翼を担っている可能性もないとは言えません。草書を切り口に未来を想像するのも一興です。今回は以上です。草書に全く関心がなかった方も少し見方が変わったのではないでしょうか。今消えゆこうとしている、しかし魅力いっぱいの書体、草書、もっともっと親しんでいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。